開いて。はい、時刻は16時30分過ぎになりました。後半はエイジアンのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見、ご感想、質問などはメールで受け付けております。メールは fm@761.jp、 ファックスは 0829310760 です。メールファックスどんどんお待ちしております。はい、それではエイジアンの栗林さんにバトンタッチいたします。はい、どうもご苦労様でしたまあ本当にね今日はほど楽しい分だなと思ってますが、ゲストをね改めてもう一度それぞれご紹介をしたいと思いますけど、簡単に、協同組合福祉環境ラボの高砂めぐみさんの方から。はい、先ほども、はい、ご挨拶させていただきました協同組合福祉環境ラボの高砂めぐみと申します、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、同じく福祉環境ラボの有森です。よろしくお願いいたします。はい、よろしく。はい、それから ACAN のソリューションの、はい、ACAN ソリューションズの門と申します、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ACAN ソリューションの K と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今日は本当にね、すごいボリュームでね、ムンムンですね。圧倒されてますどうしたらいいかなって最初思ったんですよまあでもね、先ほど申し上げたようにエージャンというのが廿日市にはありましてですね、駅前にあるんですけど、これは市民が作ったただのボランティアグループですよ。で、隣近所にね外国人在住者がいらっしゃるのを、見て見ぬふりできないというか、お手伝いをちょっとねしていこうかなということから始めましたんですがね、と深みにはまってですねどうなるかなというところなんですけど、でも NHK がね去年11月に取り上げていただいてコネクトでね、あれでまたねやめるにやめられないというか外国人スタッフがやめるなという手ですよ。そのようなことでね、ちょっともうしばらくでも白馬さんがねおられるからね心強いですよ。こういうことでね、やっぱり私たちいろいろやった中でね、一番外国人にとって厳しい問題というのは、職を転職とか職に就くということがですね、こんなに大変なのかなというのをね我々知らなかったんですね。ハローワークに何遍も通いながらね、そして面接も行きながらうまくいかなかったり、そして変なのに引っかかってですね、とんでもない目に遭う人が散々おりますね。そしてその中でもね、やっぱり国に残した家族にね送ろうとしてね、ダブルワークトリプルワークとんでもない忙しくねやって、体壊していくような人もいたんですよ。そういう中でね、今回は福祉環境ラボさんからですね、こういう本当組織としてですね、そして協同組合としてやっておられるその取り組みをですね、ぜひぜひ教えていただきたいし、現地と結んでですね取り組んでおられるここを一つ、教えていただければと思っています。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いかがでしょうか。はい、そうですね、私ども組合では送り出し機関と連携して、入国前からオンラインで日本の文化や生活習慣、そして、日本のルールマナーについて学習する機会を設けてます。これは入国する前すべての実習生に向けて行っています。でまたゴミの分別やゴミの出し方のルール、重要ですね。はい、であと自転車の乗り方や、交通ルールなど、そうなんです。特に今自転車の、交通ルール厳しくなっているので、そのあたりをすごい重点的に教えてます。あと広島で生活することを見据えてやっぱり広島弁、やっぱりその広島弁が結構課題で、介護のとか行くとね、高齢者の方ですね。高齢者の方はやっぱり広島弁で、やっぱり山間部になると庄原の方行かれた実習生は庄原弁っていうのもありまして、また広島弁とは違った庄原弁も覚えないといけないということで、そのあたりを隣にいる有森が教えてます。事前学習として、ネイティブですか。生まれも育ちも広島なんで。それはですね。すごいな。そうですね。そういった取り組みを送り出し機関と連携して行ってますね。一言言えばね、きっと雰囲気変わりますよね。そうですね。なるほど。いいアイデアですね。さあ、それでなんでしょうね、現地との取り組みでですね、今日ソリューションACAN ソリューション、ACANソリューションですね、来ていただいてますが、どのように関わってそうですね、現地でやっぱり実習期間含めてっていうところのそのシステムの紹介だとか、あとは日本に行ってからの生活の、違いですよね。物価にしても
はい、食べ物にしても水、先ほど言ったゴミ云々っていうところも含めて現地でその時間がある限り教えてると、そのサポートをさせてもらってます。つまりミャンマーの方で会社とその、職業訓練的なところを立ち上げて、そこでですねしっかり技術、IT 関係ですね。 IT 関係もそうですね、はい、技能実習だけではなくて、日本のお客様がまたメインなので、うちの会社にしますので、お客様向けにミャンマー人がコーディネートしたデータであるだとか、写真だとか動画含めて、そういったそのもう情報ですね、情報を日本人の方に採用していただいて、はい、使っていただいているという状況。これまたね面白いな、そういうところまでね、知らなかったですね。さあその時間がちょっと出ましたんですけど、そろそろHow to 日本暮らし。はい、ハウツー日本暮らし、これに変わります。今ユンさんの声なんですけどね、うちの副代表の。いつものようにね、在留外国人の方とそれから関係する人にですね、役立ちそうな情報をお届けしてるんです。まずですね、今回も、この6月の広報20日市4ページをね、ご覧いただければと思います。そうするとね、災害時のこういうふうに4ページが上の欄ですが、災害時の情報収集手段の確認をということです。もう本当に、日本そして広島もね、災害なんでもあるわけですよ。風水害ね、土砂崩れとか、その時に近所の人がね、みんな連絡してくれたらいいですけど、そうはいかないです。そうするとやっぱり役所やね、消防や警察やいろんなところの情報を集めて、この QR コードを読んでください。みんなね、その QR コードを読んどくと、今度多言語でね、それが見えます。そして音声のあるやつもありますからね、そんなようなことがあるということ。それからもう一点、これ下にですね、今度は6ページにですね、熱中症に気をつけましょうというのがあるんです。熱中症ね、今年も特に心配されてます。暑いところから来られた人でもね、日本の暑さはちょっと格別で湿気も多い。その中でね、体調を崩した、どこへ行ったらいいか、病院がないよというようなことじゃなくって、市役所の廿日市市役所のいろんな出先がですね、そして関係の公共的な機関、それからいろんな民間もですね、部屋を開けてます。そしてそこへね、クーリングシェルターということになったんですよ。この QR コード読んでください。そしたらね、どこにクーリングシェルターがあるかというのが分かります。それだけは知っとってください。いざという時の身の安全のためにね。以上です。はい。そしてね、今度はまた忙しいんですが、展示会の宣伝もさせてください。やっぱりね、みんなに知っていただきたいということでね、展示会、これがですね、これまた大きい活字にしたんですけど、これは広島なんです。でも40回ですよ。これ市民がね、継続しておるんですから、すごいですよ。佐藤さんをリーダーにね、この展示会に国際都市広島ならではのね、展示をさせていただいて、A ジャンもね、廿日市からですが、大きなスペースをねお借りしてます。そして今回もですね、広島で、広島と世界、それに関するね、広島はいろんなことがあります。移民をね、全国一輩出したのが広島県ですよ。そして世界に28広島県人会があるんです。今もこういう県は他にないわけですね。それだけ苦労している。そしてあと被爆ということ、あるいは満州からの引き上げ者、そういうね、いろいろね、広島ならではのものがあるんです。それを整理させていただいて、しかしその中でね、新しい取り組みはどういうことがあるのかということでやりますんでね、今回のように新しく入ってきた外国人の方ね、留学生もおるけど、やっぱり就職ということでね、そしてできれば定住をという考えておる人に、本当に日本での素敵なスタートを切ってほしいと思います。はい、当日そういうようなことで展示をね、していただければと思ってお声をかけてさせていただきました。日時がですね、6月19日と20日21日、旧日本銀行広島支店ですね、入場無料です。私のですね撮ったミャンマーで撮ったですね、内戦前の写真とかですね、あとウクライナの写真もありますし、あとですね、廿日市国際交流協会もですね取り組みを展示しておりますので、ぜひいらしてください。そうですね、子どものね虐待防止のキャップさんであるとかですね、キッズゲルニカ、ピカソの絵を模してね、子どもたちが描いた素晴らしい7メーター3メーター、そんなのも展示しますよ。
まあぜひぜひこれはね皆損ですよそこへまあゲストのね福祉環境ラボさんにもぜひ展示していただきたいと思っています。はい、お願でいします。次がね展示の2回2つ目はですね、ちょっと資料がないんですが廿日市でこれは7月なんです。7月になっているので、まあ、7月になって8日から8日から12日までの5日間ですね、多文化共生廿日市展、これは毎年やってるんですけど、これはもう全く A ジャンが主催してやってます。でそこにもねぜひぜひラボさんも入ってほしいと思いますしね、そしてミャンマーのね何かね、はい、そういう絵とか写真とかありましたらね、そうですね、そういうものも出してほしいですよ、カラフルな廿日市というところでね、飾っていただけると嬉しいですね、はい、まあ、そういうようなことでやりました。そこで、まあ、このコーディネーターについては先ほどお話もあったので、はい、外国人支援コーディネーターですね。よろしいですか。はい、ではそこでですね、やはり本来に戻って外国人の就労ということについてね、まず広島置かれた立場をね考えたいと思います。関東圏とは違います。この中国5県すべてね、やっぱり技能実習生とか特定技能とか働くために来てる人が多いですよね。半分以上そうだと思いますね。でしかし今留学生もおるし専門学校生もおるし個別の在留資格で来てる人もいます。A ちゃんがね主に対応してきたのは個別で来てる人なんです。だから私個人でもね20カ国ぐらい対応してきました。だから一人一人バラバラのねいろんな事情を出したんですね。でもねやっぱり若い人で最初にねこう広島で預かるこういうのは大変だろうと思いますが、なかなかねご苦労があったかと思うんで、国内に入ってからどういうところにねまあトラブルあるいはこういうことで喜ばれたとかですね、あと細かいことでもおっしゃっていただければありがたいと思うんですけど、そうですね、やはり特に福祉環境ラボではやっぱり介護職っていうことがあるので、やっぱりその介護の現場ってなるとやっぱりその日本語能力ややっぱりあとコミュニケーションっていうところをすごく不安に思われているやっぱりその施設さんですかね、あと職員さん、が今まあ、そういった方が声が大きくなってますね。で特に介護現場でもやっぱり利用者様と家族とのコミュニケーションがやっぱり重要になるっていうことで、やっぱりそこで受け入れが不安になる施設がたくさんあるのはもう仕方ないことなんですけど、まあ、そのために福祉環境ラボが受け入れる際に、まあ、本人への教育だけではなく受け入れる施設側さんの方の体制づくりにも協力をさせてもらってるっていうのが今の現状ですよね。はい、まあ、そのことをね私も言われたことが本当だっていうのが分かったのが、この暮れの池庄司さんのお話だったんですよ。だからもう池庄司さんも初めてね、そういう2人これからも増やしていこうとされて、部屋も用意されてるようですけどね、その後はどうだったのかをね一度ぜひですね話を聞いていただきたいし、理事長にもね、一度ここで登場していただきまして、できれば池庄司さんとね、オンラインでもいいからぜひしていただくと嬉しいなと勝手なことを考えております。他に何か言い足りなかったことやらあったかと思うんですがどうですか。ちょっと私が聞きたいのはですね、先日コネクト NHK コネクトでもやってましたが、広島にとか地方都市ですね、やっぱり人が流出してしまう、若者も流出するんですが、外国人の方々もですね、残らないで、私これ広島カープと似てるなと思って育てても育てても本人たちも残りたいけれど、泣く泣く涙を流しながら東京とかに行ってしまうっていうね、そういうところでどれだけ長く外国の方々がですね、選ばれる街を作る、なんかそこで工夫とかありますか、現在。そうですね、もう先ほどもお話栗林さんがされてたように、池庄司様のところはその実習生のためだけの寮、を作られたんですね。さんって病院でし、そうですね、施設のすぐ隣に建築をしていただいて、10部屋ほど実習生が入れるように作っていただいて、自分たちは受け入れてもらえる、歓迎されてもらえるっていう環境をまず作っていただくのがいいのかなと思ってます。あとはやっぱりその地域との交流とかですね、あとやっぱりちょっと山間部ですとやっぱりどこかお買い物行きたくてもなかなか行けれないというのが現状なので、そういった時に誰か
やっぱり職員さんが一緒に連れて行ってくれるっていうサポートとかをしていただけると長く残っていただけるんではないかなと考えております。はい、なんか地域に例えばお祭りに出るとか、はいあれですかね、そうですね町内会長さんにはい顔合わせするとか、はいなんかそういうことも、ゴミ拾いも行かれたり、いいですねしてますね。はいはいはいやっぱりその地域の方にも知っていただくっていうのがすごく大切かなと。ですよね、はい私もその話を聞きましてね、企業の受け入れた企業の側が、寮はあるんだけど、その地域の町内会長にね、はいうちにこのベトナム人ね、4人来たけどね、これからよろしくお願いしますよ、町内会長へね、みんな連れて行って一人一人紹介させてね、はい個性的なね違いもね教えてね、はいそしたらね、これ歓迎会開かなきゃいけんということになって、お盆の時もね、はい彼らからみんな町内とうまくいったらしいですね。やっぱり最初の取っかかり、これ大切だなと思いますね。そうですね。あと廿日市でも、はい夏祭りの時にですね、外国の実習生の方々、浴衣着るんですね。浴衣の着付け着て、ステージの上で市長さんとか組合長とかみんな来てるところで、一人一人自己紹介したりとかですね、あと一緒に盆踊りしたりとか、あとやっぱりみこし担ぐのがね、一緒にみこしを担ぐっていう、お祭りっていうのは最大のですね、地域に溶け込むですね、イベントかなってね。そうですね。でちょっとね開きられた話をして悪いんですけどね、外国人の方がね、最初に思うのは、日本人は規律正しくてやってるのはいいんだけどね、団体主義でね、右向け左向けこれの厳しさにはね、ちょっとついてかれないとこがあると思うんですよ。ある程度自由にね、やっぱり個性というのがあるんですから、そうですねそれをまず発揮できるようなね、場が欲しいでしょ。そうですね。でそれをね、我々は逆さまハローワークと言ってるんですがねハローワークでね、求人票を見てね、何遍行ってもダメ、そんなことよりも、自分はこんなことできるんだ、国ではミャンマーではこういうことをしてきたんだ、資格はこれがあるんだ、それでも日本でねその資格はそのまま使えないけど、でも興味があります、でこういう計画があります、自分の家族はこうです、だーっとね、オンラインでそのライブラリ作りたい、私の夢はそうなんですよ。そしたらね、顔見せてなくてもいいんですよ。そしたら管理者経営者はね欲しい、だけど現場がちょっと待ってという、その現場の人がねそれを見て、この人なら来てほしいじゃないですか、社長この人ね、今度の店にぜひこの食べ物こんな絶対聞きますよってね、下から言ってほしい。特に特技とか、特に YouTube とかでダンスとかね、そうですね。私水かけ祭りこの前ね、そう行きましたみんなが、すごいですね、ステージでもうみんなね、プロ並みの、そうみんなダンス得意上手ですし、皆さん上手です。ああいうのやっぱりね、なんか YouTube で撮って会社に PR とか会社でなんかやってもらうとかね、みんなねいろんな芸持ってるのでね、とか特技持ってるので、そういうのが活かせるようなですね、職場作りとかですね、やっていくといいのかなとね。そうですね。いや何か特にありますか、他にこうやって全て言っていただいたんで、その通りだと思います。これでね終わりにしたくないですね。これはまた再度ぜひぜひやりましょう。本当楽しかったですよ。そろそろあれですかね。まだ大丈夫。まだ大丈夫ですよ。はい。ちょっとせっかくなんでね、ミャンマーの話をね、私もミャンマーでだいぶ昔に行ったんですけれどね、もう高さん10回行かれてるっていうことでですね、すごいですね。ミャンマーだけは、他の人には負けないぐらいお仕事で行ったというのもあるんですけど、なんか印象的なこととかですね。お話ししていただいたら。そうですね、ちょっとミャンマーの方が隣にいるんですけど特に寺院っていうんですかね、ミャンマーではパゴダっていうんですけど、すごくパゴダがもう全部金色でできていて、でもう本当に本当の金ですかね、あれは本当の金だと金でできているってミャンマーの方は言うんですけど、ものすごく綺麗で、もう必ず一番最初に行くところがシュエダゴンパゴダって言って、一番ミャンマーで大きい寺院ですかね。そちらの方に行って毎回お参りをすると願い事が叶うって言われてるんですけど、毎回そこで願い事をするっていう、私の決まりがありまして、でね、パゴダの周りに市場があったりね、いろんなものがあって、本当に
エンターテインメントっていうかね、もう人々が集まるコミュニティの場所であり、お寺が全てのね、そうですね、楽しいですよね。はい、それでちょっと今更なんですけれど、最後にこの、はい、最後こんなのがありました。はい、なかなか皆さんね楽しはいくこうね、はい、そうですね。福祉環境ラボでは実習生が入国された時に1ヶ月ちょっと入国後講習っていうのがありまして、その間にやっぱりお勉強だけじゃちょっと実習生もかわいそうということで、広島のお好み焼きを食べに行ったりあと春の季節だったら桜を見に行ったり、あと調理実習といって一緒にたこ焼きを作ったり、はい、そういった授業をしたり、あと救命救急の講習ですね、はい、そういったあと習字、はい、皆さんに好きな文字を書いていただいて、はい、その習字を今でも事務所に貼ってるんですけど、はい、そういった取り組みをしております。はいはい、あと福祉キャリアセンターさんともですね。そうですね、はい、弊社の代表理事のもう一つの会社が一般社団法人福祉キャリアセンターといって介護の講習を主に行っている会社でして、でそこともタッグを組んで実習生用の実務者研修とか、あと介護福祉士の添削講座とか、はい、そういったこともサポートさせていただいております。はい、私も一遍見学に行かさせていただいたことなんですけど、ありがとうございます。 IT からですね、はい、いろいろ介護からさまざまなビルの中で全ていろんなことが学べる、はい、子どもたちのね、そう学習とかですね、はい、はい、とてもいい環境だと思いました。はい、さまざまなですね、団体がですね、協力しながら、はい、サポートしてるっていうことがよくわかりました。はい、ということでですね、そろそろ、お時間となってきました。はい、本日はですね、はい、最後よろしいでしょうか。じゃあもう一度ですね、各団体のですね、団体のはい、お名前を、はい、紹介ですね。必要ない。はい、共同組合福祉環境ラボの高砂と申します。本日はこのような場を設けていただきありがとうございました。ぜひ実習生が広島で長く働き続けていただくために一生懸命サポートしてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。すいません、ACAN ソリューションズの加藤と申します。実習生の受け入れというよりは外国人材を、ミャンマーで採用していただく、そういったことをやってますけども、はい、また改めてですね、外国人の良さだとかミャンマー、特にミャンマー人の良さを紹介できればなと思ってますので、はい、一つよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今朝さんもありがとうございました。またぜひですねゲストでいらしてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。地域の声に耳を傾け共に